なんだか最近起きるたびに長女がでっかくなってる気がする。成長期すぎる。これはどんどん服を縫わないと成長に追いつかないよ。実は先日洋裁キャドに挑戦して長女のジャケットを作った時に、そのままその調子でショートパンツのパターンを作るのに挑戦して縫ってみたのだけれど、あっさり失敗。ちょっと小さすぎたし変なシワも寄っていた。今は次女がパジャマで着てくれている。ただでさえ長女の服が全部小さくなってきているのに失敗している場合じゃないんだよな。急いでショートパンツとトップスを何枚か縫い上げないと。先日私のシャツを作った時に原型からどれぐらいゆとりを入れれば見た目と着心地に変化が起こるのか検証しながら作った。ちなみにこれが前回作ったシャツで、原型にバスト11、ウエスト12、ヒップ12センチゆとりを入れて、前のダーツはそのまま、後ろはヨークとタックにして作ったもの。今回は長女の動きやすい服を作りたいから、これよりももっとゆとりを入れて T シャツみたいに着られるシャツにしたい。ダーツも不要になるぐらいのゆとり、パターンを作っていかなくっちゃ。ちなみにこれは甘酒。これでエネルギーを補給して頑張るぞ。今回のトップスはゆとりをバスト16、ウエスト22、ヒップ16センチにしてみる。前回作った私のシャツより全体的に5センチくらいアップだね。前回同様、後ろはヨークとタックにしよう。パンツの型紙も作り直して、うまく型紙は引けてるだろうか。よし、じゃあカットしていこう。日本だと体育の授業になると体操着に着替える習慣があるけれど、アメリカでは私服のまま体育をする。シンプルなショートパンツとトップスは必須だね。全部で4着作りたいのだけれど、パターンがちゃんとできているか心配だから、ショートパンツ、トップス1着ずつとりあえず作って試着させて、それからまた2着縫う作戦でいこう。ちなみにこの生地は去年私のメリーポピンズのスーツを作った余り。コットンのオックス生地だ。ショートパンツからカットしていこう。
次はブラウスを作る生地をカットしよう。確かサラサラコットンみたいな名前だった気がする。その名の通りサラサラで気持ちいい。さあ縫っていこう。今夜ブラウスは完成させたいな。後ろヨークを左右それぞれ端を三つ折りにして縫おう。後ろ脇は丸くくり抜くのもあるけれど、肌や下着が見えないようにボタンを閉じたら完全に閉まる仕様にした。ヨークの空きの下を仮縫い。後ろ身ごろのタックを縫おう。後ろ身ごろにヨークを縫い付けよう。肩を袋縫いで縫おう。襟ぐりをバイアステープで処理しよう。縫い始めはこうして折ってから縫い始める。こういうところをバイアステープで縫うときは生地をまっすぐにするというよりは襟ぐりのカーブに逆らわないようにそっとバイアステープを寄り添うように当てて縫うのがポイントかな。襟ぐりのカーブに切り込み、縫い代を隠すようにバイアステープを折って縫おう。端はこうして折る。脇を袋縫いで縫おう。裾を縫おう。袖を作っていこう。
袖下と袖口を縫う。よし、なんとかトップスは昨夜縫って長女に試着させたら大丈夫そうだったから、今日は残り3着は縫ってしまいたい。ポケットを作っていこう。ポケットも袋縫いで縫おう。ポケット口にステッチを入れて、上と脇をパンツの本体に仮縫いしよう。前後パンツの脇と股下を縫おう。左右パンツを中表に合わせて股を縫おう。縫えたら折り伏せ縫いにしていくから、縫い代の片方を1センチカットする。カットしてない方の縫い代でもう片方の縫い代を覆うように折って縫おう。ウエストベルトをゴム通し口を開けて縫おう。ゴム通し口をぐるりと四角く縫う。ウエストベルトをつけていこう。縫い代を隠すようにベルトを折ってぐるりと端を縫おう。
ショートパンツがリクエストだったから長めの丈で裾を縫おう。ゴムを通したら完成だ。お腹減った。最近また寒くなったんだよな。温かいものを食べて体を温めよう。ちょっと最近食べ過ぎだから今日はヘルシーな春雨スンドゥブだ。よし、あとトップス1枚パンツ1枚縫っていかなくっちゃ。この生地は余り布なのだけど85センチか。いけるかな。ギリギリだ。袖は縦に取れないかな。お、ギリギリいけそうだ。85センチで作れるのか。なんか嬉しい。これは息子に発表会用のシャツを作った余りのコットン生地。柔らかくてネルだからとってもいい感じ。長女はこれが良かったみたいだから洋食が取れてほっとした。これは私のタックスカートと先日長女のジャケットを作った余り布だ。これでショートパンツを作る。ジャケットと合わせたらセットアップになるね。
よし、じゃあ2着駆け足で作っていこ